こんにちは、インクレディブルーのグミです。前回の動画でバーサファインってどんなインクということで、大きな特徴であるフェルトパッドであることと油性顔料系インクについてご紹介しました。今日は残りのバーサファインの一番の特徴である浸透乾燥について深掘りしていきます。以前、裏抜けしないインクとはという動画でインクの乾燥方法についてお伝えしました。インクには紙などに染み込まずに自然乾燥する自然乾燥タイプがあります。その仕組みはこのようになります。左側、紙などを吸収する素材にスタンプした後、真ん中ですね、ベースの溶剤が染み込まずに自然乾燥して、ここで上下に分かれます。上が顔料系、紙の表面に定着します。このタイプは裏抜けしないインクでご紹介したバーサマジック、ブリリアンス、バーサクラフト、ステイゾーンピグメントなどです。そして染料系は下ですね。染料が染み込み、溶剤は自然乾燥します。このタイプはステイゾーンやアーカイバルインクになります。次は浸透乾燥ですが、スタンプ後、紙に染み込んでだんだんと蒸発、乾燥していきます。これは水性タイプインクで、顔料系ではアートニック、染料系ではメメントやディストレスインクになります。そしてバーサファインですが、同じ浸透乾燥でも紙などに吸収された後、そのまま浸透し、拡散されて紙の表面にピグメントが定着します。揮発や蒸発する油性ではないので、見えていないだけで浸透して広がっていると考えるといいかもしれません。似ているインクには顔料系、染料系でもないのですが、バーサマークがあります。メモ用紙の薄い紙に浸透乾燥のインク、アートニック、ディストレスインク、メメント、バーサファインクレアでスタンプします。裏を見てみると、どのインクも見事に裏抜けして裏までインクが浸透しています。どのインクも速乾なので触っても乾いています。水をかけてみます。バーサファインのスタンプの周りに油性の溶剤が見えてきました。見えにくいかもしれませんが、油性の溶剤が透かしてみると広がっているのが見えます。木にスタンプしてみました。布にもスタンプできます。このように紙はもちろんですが、木や布など吸収してくれる素材に使えるインクというのが分かりました。キャンバスにスタンプしてみました。表面が滑らかではないのであまり綺麗ではありませんが、クリアエンボスをかけてヒーターで溶かしエンボスしてみたら、陰影がはっきりした気がします。バーサファインインクはこのフェルトパッドにたっぷりとインクを吸収させています。乾燥や蒸発することがないので、蓋を開けたままでも乾く心配のないインクというわけなのです。それではこれからバーサファインの何かに吸収されないといつまでも乾かないこの特徴を生かした使い方をいくつかご紹介します。情緒のベタ面スタンプを使います。ベタ面のスタンプはスニップアートを使うと簡単に作ることができます。輪郭にインクをつけ、
ダウバーでなじませます。スタンプの上にスタンプしていくスタンプオンスタンプというテクニックです。文字などは反転するのでリフレクションスタンプを使っていますが、あまり気にならないと思います。インクが乾かないのでゆっくりと作業ができるのが嬉しいですね。スタンプの上でコラージュができました。これをスタンプするとオリジナルのスタンプを作ることができます。しかも色が塗り分けられるのが便利です。これは小さな花をいろいろな色で押してみました。次は面白い形のスタンプの輪郭にインクをダウバーでブレンドしてからバーサファインでハニカム柄のスタンプを押します。蝶々をスタンプしてみますが、大カットを貼ってもいいですね。次は文字が反転したリフレクションスタンプと格子柄のバックグラウンドスタンプにそれぞれバーサファインをつけます。そこに小花のベタ面スタンプを押し付けてインクをつけ、それを紙にスタンプしていきます。キッシングというスタンプテクニックです。小さい花はバーサファインをつけてから文字のスタンプをつけて紙にスタンプします。インクが乾く心配がないのでゆっくり作業ができます。100均で売っているこのようなオーブンレンジ用のシリコンシートもインクを吸収しないのでとても便利です。このような向きの決まっているスタンプを使ってシリコンに直接スタンプをして紙に写し取ります。反転スタンプが簡単にできました。反対側にスタンプするとミラースタンプになります。向きが決まってないものは上下にスタンプして影のようにすると面白いですね。次もシリコンシートを使ってモノプリントをしていきます。シリコンシートに3色のバーサファインインクを直接パッドでインクをつけていきます。境目をブレイヤーでなじませます。このようなハートの大カットがあったので上に乗せます。ブレイヤーのインクも乾かないので紙を乗せて転がします。うっすらハートの模様が見えました。大カットに使ってもいいですね。ゆっくりと剥がして紙を乗せて、さらにコピー用紙を乗せてブレイヤーを転がします。きれいにプリントできました。大カットについたインクも紙を乗せてみます。紙の大カットなのでインクが少し吸い取られてますが、うっすらですが写し取ることができました。一石三鳥のテクニックです。
次もシリコンシートにバーサファインを直接パッドでつけて紙に一旦写し取ります。きれいに拭いてからもう一度違う色のバーサファインを押し付け、何もつけてないスタンプをその上にスタンプし、インクを写し取ります。先ほどの紙にこれを写し取ると、このような背景が出来上がりました。ハニカム模様のスタンプが反転したバックグラウンドができました。ラウバーのスポンジにバーサファインをつけると、インクが乾くわけではないので、ブレンディングも非常に伸びもよく滑らかです。エンボス加工の上にインクがつくと油膜ができるようで、ツヤがなくなりマットな感じになります。インクがなくなるまで使うことができるので、何度もインクをつけなくても大丈夫です。違う色との境目もきれいになじみます。水性インクのダウバーやブレンディングツールとは分けて使うことをお勧めします。また、最近ブラシのブレンディングツールがありますが、油性のバーサファインはもったりとしてしまいますので不向きです。このようなバブルラップもインクを吸収しないのでバーサファインに最適です。スタンプはもちろんですが、プラスチックやゴム、ビニールなどインクを吸収しなければバーサファインに何でも使えますね。ドライエンボスやダイカットもインクを吸収しない素材なので、バーサファインを使って紙にインクをつけることができます。ダイカットはティムのラベルダイのレビュー動画をご覧くださいね。次はバーサファインと他のインクを組み合わせてみましょう。このような大きなベタ面のスタンプはスタンピングツールを使わないときれいにスタンプすることは難しいです。でもバーサファインはとてもきれいにスタンプできます。しかも速乾なのでもう乾いています。水によく反応するディストレスインクを全体に上から塗ります。水をかけてみるとバーサファインのピグメントが定着し、油性が水を弾き、上に乗っているディストレスインクだけが水に反応していることがわかります。次はステイゾーンピグメントです。ステイゾーンピグメントを使って透明シートにベタ面をスタンプします。これからステイゾーンピグメントをバーサファインでレジストしていきます。ブラックスライドの動画で同様のテクニックをご紹介してます。インクを吸収しない素材の上では、アルコールインクやステイゾーン、アーカイバルインクなどのアーカイバル系のインクは、先についているインクを次につけたインクが消してしまうという特徴があります。アルコールインクが分かりやすいと思います。バーサファインもアーカイバルですが、吸収されなければいつまでも乾かないインクなので、このテクニックには最適です。ステイゾーンピグメントが乾いたら、この上にバーサファインでスタンプしていきます。リフトしたインクも紙にスタンプします。ピグメントで縁取られたバーサファインのスタンプの不思議な陰影になります。
次に裏に返して紙にバーサファインインクを吸収させます。紙にインクが移らなくなるまで繰り返します。最後にマイクロファイバーで拭き取ります。こすらないようにきれいな箇所に変えながらすくい取るようにして拭き取ります。このテクニックはステイゾーンピグメントに限らずアルコールインクやコピックなどでもできます。また透明シートに限らず油母紙やアルミ、金属などでも同様にできます。バーサファインを使ってステイゾーンピグメントをレジストすることができました。透明なので下にこのようなホログラムシートを置いたり背景を作ったものを置いてもいいですね。バーサファインの色はステイゾーンピグメントに近い色がおすすめです。はい、いかがでしたでしょうか。バーサファインの浸透乾燥とその特徴の使い方を駆け足でご紹介しました。バーサファインでお腹いっぱいになったのではないでしょうか。バーサファインは乾燥するのではなく浸透しているインクなので薄い紙には裏抜けしてしまうインクではありましたが、このように紙や布、木などにスタンプするだけではなくて吸収されないと乾燥せずにいつまでも乾かないという特徴を使うといろいろなことができることが分かりました。このような反転スタンプ、ミラースタンプもできました。そしてスタンプオンスタンプ、このようなキッシングもできます。そしてモノプリント、エンボスフォルダーのインクもつけやすかったですね。ヒートエンボス加工やブレンディングも滑らかでした。他のインクと組み合わせるとこのような楽しいレジストなどもできました。バーサファインは想像力を膨らませるともっといろいろなことに使える楽しいインクであることがご理解いただけましたでしょうか。そして蓋をしなくても乾かず長持ちするインクという理由も納得していただけましたか。そしてお掃除なんですが、お掃除も紙に吸収させて布で拭き取ればとても簡単にスタンプのクリーニングができます。ウェットティッシュは油性に水なので逆効果になりますのであまり使わない方がいいと思います。この動画が少しでもお役に立てれば嬉しいです。最後までご視聴くださりありがとうございました。